皆さんこんにちは。シェイプヒーローファクトリー工場長の塩と申します。5月31日から皆さんも工場長になって遊べちゃう体験版がリリースされますよ。前回はウェーブ4までのプレイ実況をお届けしましたので、続きからお届けする予定なのですが、あの後せっかく工場を任せてもらえたので、何度も工場を作り直してみました。その中で新しく気づいたこともありましたので、合わせてお伝えしていきますね。まず最初に研究ツリーについて大事なことがありました。研究ツリーに出てくる項目は毎回同じものとは限りません。研究ツリーは研究ポイントを使っていろいろ便利にしてくれます。特に体験版でプレイできる序盤では、選択する研究ツリーやレシピによって工場の組み方も大きく変わってきます。また作るヒーローの種類も変わってくるので、いろいろな種類をまんべんなく作ったり、特定のヒーローを強化して量産してみたり、いろいろ試してみることができますよ。工場を作るとき、キャンバスやコンベヤがうまく置けなくてあたふたしちゃうことがあるはずです。回数制限がありますが、一定時間内で時間をゆっくり進めることができる長考という機能をうまく使いましょう。おすすめなのは、工場の場面が始まった直後、マナがたくさん残っている時に長考を使います。長考の間はマナの回復も遅くなってしまうからです。始まったら一時停止して、コンベヤの上で赤くなっているところや作りかけのところを確認し、この部分をいじっていこうと決めてから長考モードを使うのが良いと思いますよ。次にコンベヤを敷く時のコツとして、シフトキーを押しながらドラッグすることを覚えておきましょう。コンベヤを敷く時、間違えて他の製造ラインを切断してしまったり、ぐにゃぐにゃと曲がってしまうことがあります。2マス以上まっすぐ敷きたい時にはシフトキーを押しながらドラッグすることでまっすぐコンベヤを置けます。間違えた後の修正にも時間を取られてしまうので、コンベヤは慌てず丁寧に配置すると良いですよ。次に直結について調べてみました。この部分はまだ変更されることもありますので、体験版の仕様と思ってください。モチーフメーカーとコンベヤをつなぐと、このようにモチーフが出てきます。まずモチーフメーカーの出口に分配器を直結できます。分配器の入り口の位置を変えたいときは T キーを押します。研究ツリーでは小型の分配器というものもあるので、そちらを使うとコンパクトになって便利です。モチーフメーカーとブリッジコンベヤも直結できます。モチーフメーカーとキャンバスは直結できません。あら、ミニオンさんに困った顔のアイコンがついています。このようにキャンバスに入ってくれないのでコンベヤを挟みましょう。キャンバスでミニオンさんが絵を描いてくれていれば作動中です。合流器は直結可能です。キャンバスに絵が描かれないままになっていたら接続を確認してみましょうね。今回はハサミに関する研究ツリーが入手できたので、半分に切ったモチーフを使う僧兵や馬を作るようにしてみました。また勇者というヒーローも作ることができます。こちらも研究ポイントでパワーアップできますよ。それではウェーブ5行ってきます。今回は弓、槍、馬という攻撃重視の編成になっています。近くまで寄ってくる前にやっつけてしまいたいです。勇者さんの攻撃は見栄えもかっこよくて強力です。研究ツリーの中にはカーソルを動かして直接攻撃を行う時のダメージや範囲などを強化するものもありますよ。クリアしました。馬と僧兵が活躍してくれました。さてマップの最後はボマーというこれまた厄介そうなものですね。ルートの片方は休憩がありますが、レシピが見たいので上ルートにします。盾兵に手を出したい気持ちを抑えて僧兵の強化を選びます。僧兵を60人送り込めるかな。さて先ほどの拡張を続けましょう。勇者の剣に入る人を増やしていきます。
こういうタイミングで兆候を入れておくと良いのに、ついうっかり忘れてました。少しだけでも隙間を空けておくことで配置換えが楽になることがありますよ。それにしてもコンベアもかなりごちゃごちゃしちゃってますね。ファクトリオの工場長さんたちはこのようにコンベアでごちゃごちゃした工場のことをスパゲティと言います。まさにここでもスパゲティ工場になってますね。残り時間1分を切りましたが、総兵が60人どころか半分くらいしかできていなかったので焦っています。三角のモチーフメーカーをずらして2つのラインに分けて人を増産しようとしています。レベルが上がってマナも十分溜まっているので研究ポイントをもらっておきましょう。研究ポイントは勇者のアビリティを強化しておきます。あららら、これは間に合わないです。ちょっと未練の残る状態ですがウェーブ6行ってきます。やっぱりここがボスバトルだったのですね。上にボス用のゲージがついているのでなんとかこれをゼロまで崩したいです。敵の数がかなり多くて押されています。左上のゲージがなくなっちゃう前になんとかしないと。時間内にボスゲージをゼロにしましたよ。強化はできませんでしたが総兵が大活躍してくれましたね。ご褒美にいつもより強力な研究ツリーがもらえるみたいです。右端までクリアすると再びルート選択になります。右端に別のボスがいますね。さらに工場の敷地が広がるみたいなのでどんどん工場を大きくできそうですよ。はい、ここまでが体験版でプレイできるところです。いろいろなヒーローの組み合わせを試してみたり施設やコンベアの置き方を試してみたり何度でも繰り返して遊べちゃいますので5月31日からはぜひ体験版をダウンロードして遊んでみてくださいね。しおちゃん、今回はありがとうございました。いえいえ、私も工場を任せてもらえてとっても楽しかったですよ。よかったら、これからもこちらの工場長としてお手伝いしてもらえませんでしょうか？いつでも、なんちゃらイーツで炙りサーモン軍艦チーズマシマシをお届けしますよ。本当ですか？また機会があったらケロさんに伝えてください。私もファクトリオの公式ブログ解説とかやっているので、でもこれからもシェイプヒーローファクトリーの解説は続けていきたいですよ。ということで、体験版のご紹介はここまでになります。ぜひ5月31日になったら体験版をダウンロードして遊んでみてくださいね。
ディスコードに公式の掲示板もあるようですよ。楽しくご覧いただけましたら、ぜひチャンネル登録や高評価で応援していただけたらとても嬉しいです。よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。お寿司、お寿司、お寿司。